皆さんこんにちは。ゴンナやおむすびゴンナゆいです。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。さて今回は前回に引き続き歌舞伎の名優八代目坂東三五郎城が残した言葉の中から芸と心についての大切な教えをお届けします。今回の本はこちらですね。苔のたわごと、こちらの中からご紹介したいと思います。芸とはただ技術や見せ方ではなく心の修行があってこそ深まるもの。三五郎城の言葉を通して舞踊にも通じる心の在り方について一緒に考えてみたいと思います。どうぞ最後までゆっくりお付き合いください。この動画は少し長めになりますが、チャプターをつけていますので、お好きなところからご覧いただけます。でも、もしお時間があれば、最初から順を追ってご覧いただきますと、三五郎城の魅力がより伝わると思いますので、ぜひお付き合いください。また、八代目三五郎城のプロフィールに関しましては、前回の回にご紹介していますので、そちらをご覧ください。はい。それでは今回は、こちらの苔のたわごと、こちらの本から4箇所を抜粋してご紹介したいと思います。坂東三五郎城が芸の修行について、また心の在り方について語った大切な教えが詰まっています。少しずつ朗読しながら私の感じたこともちょっと付け加えていきたいと思いますね。はい。それではまず一つ目のところいきます。お茶を習うことは遊びではありません。心の修行を動作に移すのです。私たちの役者にとって一番忘れがちな心の修行。私はお茶の道に入れていただいたおかげで、亡き父の教えも個人の言い残した言葉も素直にわかります。亡き父は芸は第一に心。見物のために芸をするな。目に見えぬ見物の後ろにいる個人の目を恐れろ。見物だけを大手に芸をすると、芸は下がる一方、芸は猿でもできるのだ、と教えてくれました。お茶もお客様にお手前を見せる心になっては大変です。いつも利休さんが見ていらっしゃると思っていたら、恥ずかしいことはできません。目に見えぬ人に見てもらえといった亡き父の言葉を毎日忘れぬよう心がけています。はい。ね、お茶のお稽古を通して舞台の上でも誰かに見せるためではなく自分の心を整えることが大切だと気づかれた三五郎城の言葉。とても胸に響きますね。誰かに見せる前に自分の所作や心が正しく整っているか常に問いかけながらお稽古を重ねていきたいなっていうふうに思わされます。はい。では二つ目に行きます。本を読んだから知っているというわけにはいきません。知るということは体験してみなければ何もわかりません。そこに稽古、修行ということが大切になるのです。本で読んだり耳から聞いたりしてそれでわかるものではありません。長い間の稽古と修行の後に聞けば初めてわかると言えるでしょう。今の世の中は誰にでも早くわかるようにいろいろな手引き書のような書物がたくさんありすぎますが、それを読んで稽古もし、修行をするのも結構ですが、稽古や修行なしで本だけ読んで分かってしまう人が多すぎます。自分が一度でも経験したことなら本を読んで肩と膝を打つこともありますが、本だけ読んで60年、70年修行した結果をすぐ自分のものになるなんてそんな便利なものではありません。
と言って、わからない本でも2度3度と読んでおくと、案外とんでもない時にそれが役に立つことがあるものです。わからないことだらけなのが当たり前なのです。そして、そのわからないことだと思っていたのが2年もするとわかっているから不思議です。はい。これは本当にその通りだなっていうふうに思いますね。本を読んで、なるほどねって思っていても、知識はその時は浮ついてると言いますか、そんな感じを感じるんですけども、実際に体験してお稽古を重ねて初めて腑に落ちる瞬間っていうのがありますよね。だからこそ、わからないことがあるのは当たり前という柔らかな気持ちで修行を続けることが大切だなって改めて教えていただけるような一節でした。はい。それでは三つ目に移ります。芸の花。世の中には反体制とか言って、すべてのことに反対し、反抗することが現代の風潮のようですが、自分自身の中にある廃反性には案外心づいていないようです。昔から心ある人々が悩み苦しんだのは自分の一生をかけた仕事の中に必然的にある廃反性ではなかったでしょうか。私ども芸の道を歩む者にとっても、純粋な芸一筋の修行の道と人気家業というものとは全然別のものなのです。古くは能楽を創造された観阿弥、世阿弥の頃から、世阿弥自身の置かれた立場、貴族の長道として、貴族間における人気、それにふさわしい優れた教養、それは父観阿弥を育ててくれた庶民的なもの、農村の人たちからは嫌われるものであったのです。それを世阿弥は主任愛嬌と称して、どちらからも愛されるだけでなく、愛され、敬われる芸にまで高めようとしたのでしょう。その時、世阿弥にとって都合の良い言葉が浮かびました。花。そうです。世阿弥は生涯、花について語っています。花は貴族が見ても、武将が見ても、坊主が見ても、百姓が見ても、河原の人たちが見ても美しいのです。身分、職業、教養の遺憾を問わず、花を見る目は同じなのです。芸の花というと何か特別なもののように思われているようですが、私はそうは思いません。世阿弥が教養の出てくるに従って、庶民の持つ卑近なものを喜ぶ、それに迎合していては、せっかく勉強して得た芸とは何か、芸術とはと考えたとき、父観阿弥の持つ芸と自分自身が持ち得たものとをどのように調和させようか、何を目標としようかと苦しんだとき、花と思いついたのだろうと思います。花は世阿弥の芸の理想なのです。こう言い切ってしまうと、きっと学者は不満でしょう。世阿弥の花には哲学があるのだ、と。そうです。はじめは思いつきだった花を哲学にまで持っていったのは世阿弥です。それは世阿弥が芸というものをまた、見物の多様性というものを命がけで苦しんで追求したからです。今日の人間のように都合の良い時は反体制、都合が悪くなると知らぬ顔なんて器用なことは芸の世界では本当は通用しないのです。しかし、今日は芸という言葉がいかに安易に使われていることでしょう。世阿弥が自分の生涯を顧みたとき、映画を極めた少年時代から青年時代、失意の時代を一貫し、将来を望み頼りにしていた息子に先立たれ、一座離散の後、佐渡島に流されても、芸の信念を曲げなかったというのは、本当に芸のため苦しんだのであり、芸というものを
自分一人のものと考えてなかったからだと思います。今の世の中は芸の世界はもちろん、あらゆるところで人間は自分自身のことだけしか考えていないのではないでしょうか。口を開けば世界平和とか言いますが、身近な問題となると自分のこと以外何も考えていないとしか思われません。自分の身の回りを見て、このままで良いとみんな思っているのでしょうか。反対することは優しいことですが、深く反省するということがどんなに難しいことかを考えてほしいと思います。はい、ということでしたね。花という言葉がね、ここでも出てきましたね。どんな立場の人が見ても美しいと思えるもの。それを芸の理想に据えた世阿弥の話を引きながら、三つ子老女の思う花とは何かが語られていました。はい。それでは今日最後のところを読みたいと思います。私たち芸をやるものが一番難しいことは、心を打つような芸ができるかどうかであって、うまいとか面白いとか言うのとは違う。父は私にこんなことを言っていました。芸というものは、猿もやれば犬もやる。山柄という鳥さえも芸はする。では、人間が芸をするのと、猿が芸をするのとどう違うかというのですが、子供の頃のことだったから、私にはよくわからなかったのです。その頃、私の先輩たちが芝居をしていると、お客様が拍手喝采をするが、それを見ていて私の父が、お客様が手を叩くところは悪いところなんだよ、と言います。私はその時、きっと父はあまり手を叩かれないから悔しくてあんなことを言うのだと思ったのです。しかし、どうしてですかと聞くと、九代目團十郎という人は、舞台でお客様があんまり手を叩くと、池の鯉じゃねえやと怒っていたという。そして楽屋に引っ込んでくると、畜生、まだ俺もダメだなという。お客が成田屋だの團十郎だのと褒めてくれる。ところが俺は加藤清正をやったのだから、俺が本当に加藤清正に見えたら、ほーっと息を飲んで見ているはずだ、と言ったというのです。役者は幕が閉まってから、ああ、芝居だったのかとため息をつくような役者にならなければならない。お客さんに手を叩かれているうちはダメなんだというわけです。なるほど、猿芝居でも犬の芝居でも見物人は手を叩く。それを人間が出て行って手を叩かれて喜んでいる馬鹿があるか。人間である以上は他の動物のやる芸とは違うものがなければ人間に生まれた甲斐がないではないかということです。人間でなければ訴えられない心の金銭に触れるものを舞台で出さなければ本当の役者ではない。こういうことを私は父から年中聞かされてきました。はい、ということでした。うまいとか面白いではなく、心を打つ芸。たとえ拍手をたくさんもらっても、役がそのまま心に届かなければ、本当の芸とは言えない。三つ子老女が幼い頃にお父様から厳しく教えられたこのお話は、私たちの心にも深く響きますね。目の前の拍手に惑わされず、心の金銭に触れる舞踊を目指したいなと改めて思います。はい、じゃあ今回はここまでです。坂東三つ子老女のお言葉から芸の本質は表面的なうまさや人気ではなく、日々の修行と心の持ち方にこそあることを改めて教えていただきました。舞台に立つことは目に見えない誰かに恥ずかしくない自分であることを大切にしたいですね。この教えは今を生きる私たちにも深く響くものだと思います。今日もここまでご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。